底辺家族が参列したかったらご祝儀100万用意してください。これくらいうちだったら大した金額じゃないけど、あなたの家では難しいかしら。結婚式当日、義母は私の父に向かって言う。100万ですか？そうよ。貧乏家庭の娘を嫁にもらって養ってあげるんだから、それくらいもらわなくちゃ。義母はニヤニヤと笑っている。その態度に私の中で怒りが爆発する。私にとって父は誰よりも大切な人だ。父は男手一つで私を育ててくれ、感謝してもしきれない人。そんな父のことを尊敬しているからこそ、義母の言葉は許せなかった。しかし父は相変わらず涼しい顔をして話す。100万円払わないと出席させないとはどういうことですか？言葉の通りですよ。払えないなら出て行ってちょうだい。そうですか。100万円を払うくらいなら帰るしかないな。父はその場を立ち去ろうとする。お父さん。すまないが、私は出席できないようだ。だったら、私もこの結婚式は出ない。突然の私の言葉に、義母だけでなく、式場スタッフも慌て出すのだった。私はさや、28歳。幼い頃に母親が交通事故で亡くなり、父と二人暮らしをしている。父は仕事と子育てに追われて大変そうにしていた。しかし、父は忙しい時間を縫って授業参観などの行事にも積極的に参加してくれ、愛情を一身に注いでくれた。そんな父の力になりたいと、私も小学生の時から家事をするようになっていった。最初はご飯を炊くことすら失敗していたが、今ではメニューを見なくても一通りの食事は作れるくらいに成長した。家事だけでなく勉強も頑張り、国立大学に進学。そこで夫の悟と出会う。悟に初めて手料理を振る舞った時、料理ができることに驚いていた。悟はそんな私を家庭的だと言ってくれて、交際に発展した。大学卒業後、私は市役所勤務に、悟は大手企業に就職した。就職後も交際は続き、就職して6年後、私たちは結婚することに。悟とはほとんど喧嘩もなく、順風満帆だった。そのため、結婚後も今までのような穏やかな日々が続くと思っていた。しかし、そんな期待を裏切る出来事が起こる。結婚の挨拶で義実家を訪れた時、家に着く前、悟は不安そうにしていた。母さんはちょっと気が強いんだ。変なことを言ったらごめん。変なこと？ちょっと説明しづらいんだけど、少し嫌なことを言うかも。自信がなさそうにもごもごと話す悟が不思議だった。しかし、その言葉の意味は義母に会ってみて分かった。はじめまして、さやと申します。あら、よく来たわね。さあ、上がって。笑顔で出迎えてくれる義母に頭を下げて家に上がる。悟の家は1年前お父さんが亡くなり、家族はお母さん一人だった。そして自己紹介をしながら話をしていた時だった。私の家は幼い時に母が亡くなったので、父が育ててくれたんです。片親なの？私の家庭事情を話すと、今まで笑顔で話していた義母が途端に顔を歪める。はい。でも父も私も苦労はしましたが、大学まで進学させてくれました。へえ、そう。私は何か気に障るようなことを言ってしまったのではないかと不安で冷や汗をかく。悟が何とか話題を変えてくれるも、いまいち反応が悪いお母さんの態度に場の空気は悪くなっていく。息子のどこが好きなの？大学時代から交際していて、穏やかで困っている人にすぐ手を差し伸べるところが好きで。そう。どっちから告白を？まるで面接のような質問が永遠と続き、
2時間くらい経った時、母さん、そろそろ暗くなるから帰るよ。そういえば、もうこんな時間なのね。式のことは考えているの？式は半年後に予約しようかと思っているよ。そうなのね。じゃあ帰る前に、今月の生活費置いていってちょうだい。え？生活費？私はサトルと義母の会話に耳を疑った。しかし、サトルはカバンから封筒を取り出し、義母に渡している。生活費はサトルが払っているのですか？当たり前じゃない。今まで育ててやったんだから、恩は返すべきでしょ。それとも何？息子が稼いだお金は全て自分のものになるとでも思った？そんなことはないです。ただ聞いていなかったので驚いただけで。いい子ぶっちゃって。どうせ金目当てで結婚したんでしょ。息子は騙せても私の目は騙せないわ。言っておくけど、あなたのために息子は稼いでいるんじゃないんだからね。義母の言葉に私は唖然とするしかなかった。別にサトルの給料がいいから結婚するわけではない。そもそも結婚後も仕事は続けるつもりだった。それなのに、なんでこんなことを言われないといけないのか。サトルを見ると義母には逆らえないのかうつむいていた。ようやくこの時、サトルが義実家に着く前に言っていた言葉の意味を理解した。確かに義母の言うことは不快だ。しかし結婚後も同居するわけではないし、そこまで頻繁に会うこともないはず。私が少し我慢すればいいとその時は甘く考えていた。それから1週間後のこと。休みの日にサトルと一緒にゆっくりしているとインターホンが鳴る。確認すると義母が立っていた。どうしたんですか突然。今日はさやさんに用があってきたの。明日から花嫁修行をしてもらうから。花嫁修行ですか？ええ。仕事終わりに家へ来て食事の準備と掃除、洗濯、休みの日は一日中家事を教えるわ。いい考えでしょ。義母の言葉に私は驚いて目を見開く。待ってください。今まで家事をしてきたから一通りはできているつもりです。同居するわけでもないですし、花嫁修行なんて必要でしょうか？貧乏人の娘に教えてあげようっていう優しさを無下にするわけ？うちの息子の嫁になるなら、うちの家事のやり方を覚えてもらわないと。義母は鼻息を荒くして一枚の紙を渡してくる。そこにはびっしりとスケジュールが書かれていた。仕事終わりから深夜まで、そして休日も一日すべて予定が埋まっており、全く休む時間がない。私と義母の声を聞いてやってきた悟に今までのことを話すと眉間にシワを寄せる。さすがにこれじゃあ休みがなさすぎない？なーに言ってんのよ。専業主婦には休みがないの。私はずーっとこんな生活だったんだから当たり前でしょ。サトルだって私のおかげで家のことはしないで楽に暮らせたのに、文句ばかりは一人前に言うのね。そういうわけじゃないけど。じゃあ決まり。明日仕事が終わったらすぐに家に来ること。わかった？そう言って義母は帰っていった。仕方なく次の日から義実家に行くことにした。じゃ、食事の準備からしてちょうだい。今日は材料を用意しているけど、明日からは買ってくるのよ。終わったら風呂の掃除、洗濯だからね。義母の言うそれは、花嫁修行とは名ばかりで、義母は私をただこき使いたいだけのようだった。義母は私が食事の準備をしている間もずーっとテレビを見ていた。休みの日はもっとひどく、一日中家の掃除。仕事と並行してやっているため、どんどん疲れが溜まっていく。また、苦痛なのは家事だけではない。あんたみたいな片親の貧乏人をなんで息子は選んだのかね。ほんと、顔も服装も貧乏臭いったらないじゃない。逐一私のことを侮辱し、笑っている義母に、私はストレスが溜まっていくばかりだった。そんな生活も約半年耐えしのぎ、ようやく結婚式の日を迎える。
悟は今まで義母との関係を心配し、家の家事をすべてやってくれるなど支えてくれた。だからこそこの日まで耐えることができた。花嫁修行も結婚式までだという解放感でいっぱいだった。私たちはこの時、受付で招待客に挨拶をしていた。会社の重役もたくさん来ており、悟に祝福の言葉をかけている。その姿を見て義母は満足げに笑っている。悟は重役を案内しに行くため、その場を後にした。悟と入れ違いに私の父も受付にやってくる。あら、神父の父親だっていうのに古臭い服。新しいものを新調できなかったんですか？機嫌よさそうに笑いながら息を吐くように嫌味を言う義母。しかしそんな義母の態度に父は全く動じない。これは昔亡くなった妻が会社の設立記念のパーティー用に買ってくれた服なんですよ。妻との思い出の服なんです。父は悟より目立ってはいけないと気にしていたが、昔のモーニングで今のものよりシンプルなデザインなので浮かないだろうと私が勧めたのだ。父が涼しい顔で答えたことに気分を害したのか、義母はきっと父を睨む。そうだ、底辺家族が参列したかったらご祝儀100万用意してください。これくらいうちだったら大した金額じゃないけど、あなたの家では難しいかしら？ 100 万ですか？そうよ。貧乏家庭の娘を嫁にもらって養ってあげるんだから、それくらいもらわなくちゃ。義母はニヤニヤと笑っている。その態度に私の中で怒りが爆発する。私にとって父は誰よりも大切な人だ。父は男手一つで私を育ててくれ、感謝してもしきれない人。そんな父のことを尊敬しているからこそ、義母の言葉を許せなかった。しかし父は相変わらず涼しい顔をして話す。100万円払わないと出席させないとはどういうことですか？言葉の通りですよ。払えないなら出て行ってちょうだい。そうですか。100万円を払うくらいなら帰るしかないな。父はその場を立ち去ろうとする。お父さん。すまないが、私は出席できないようだ。だったら私もこの結婚式は出ない。突然の私の言葉に義母だけでなく式場スタッフも慌て出す。さや、お父さん、一体何があったんですか？戻ってきた悟が様子がおかしいことに気づき声を荒げる。お母さんが父に向かって100万円払わないと式に出席させないって言ったのよ。これ以上はここにはいられない。なんてこと。母が本当に無礼なことを言いまして申し訳ございません。悟は深々と頭を下げる。しかし私の怒りは収まらない。悟の後ろで焦りながらも、自分は悪くないとでも言うように腕を組んでいる義母の顔を見たくなかった。申し訳ないけど帰らせてもらうわ。さや。夫の言葉に振り向かず、私は父と式場を後にした。実家に戻り数時間後、悟と義母がやってきた。母さんにはもう二度と失礼なことは言わせない。だからもう一度俺とやり直してくれ。悟は勢いよく土下座をする。その姿には罪悪感が少しこみ上げた。確かに悟は悪くない。しかし義母は納得しておらず、こちらを睨んでいる。どうしてあなたが謝るの？金目当てのこんな女と結婚しない方があなたのためよ。何言ってんだよ。いつさやが貧乏だって言った？さやのお父さんは俺の会社の重役だぞ。義母の言葉に我慢の限界を感じていたのか、悟が叫んだ。あれは結婚前の挨拶で悟が私の実家に来た時のこと。父と悟が同じ会社の人間だと分かったのだ。父は昔働いている会社が傾きかけると売り上げを倍にし、大手企業と言われるほど会社を大きくしていった。今では古参メンバーの一人ということもあり、役員として働いている。うちに来るまで悟はそのことを知らなかった。
だから結婚の挨拶で私の実家に来た時、普段顔を合わせることのないくらい上の立場である父がいて、驚きを隠せなかったという。そんな、片親で苦労したって言ってたじゃない。だったら貧乏なはずでしょ。私は貧乏だったなんて一言も言っていません。私がそう言うと、父も話し始める。確かに苦労しました。妻がいなくなってから仕事と育児や家事を私が全てしなければいけなかったのですから、娘にもたくさん苦労をかけてしまった。父はいつも仕事で忙しい人だったので、物心がついた頃には家事を私がしていました。他の友達のように遊んだりできず、辛いこともありましたが、別にお金には困っていませんでした。私がそう言うと、悟が呆れたように義母に話し始める。今日の結婚式も俺のためではなく、さやのために会社の重役の人たちがたくさん祝福しに来てくれていたんだよ。それなのによくも台無しにしてくれたな。そんなこと聞いていないわよ。てっきりあなたが会社から期待されているのかと。義母は顔を真っ青にして父にすがりつく。ごめんなさい、本当に知らなかったの。だから息子のことはクビにしないでちょうだい。みっともないまねやめろ。こんな騒ぎを起こして何事もなかったかのように働けないだろう。もう俺から辞めさせてもらうよ。どうしてそんなこと言うの。あんないいところに就職してお母さんに恩返しするって言ってくれたじゃない。義母は悟の肩を掴んで揺さぶっている。別に仕事を辞める必要はないと思うが、重役を呼んでいる手前、神父に式をドタキャンされた事実は会社内に広まっている可能性もある。こんな状態では確かに働きづらいはずだった。悟くんは優秀だと部下から聞いているし、辞めてしまうのは惜しい。だが娘との結婚は考えさせてもらう。結婚させられないという言葉に悟は深々と頭を下げる。この度の母の行い、そしてこれまで鞘にしてきた行為を重く受け止めています。そう言うと頭を下げて父の目をまっすぐ見つめる。ただ僕は鞘を愛しています。鞘以上に愛せる人はいません。だから母と縁を切るので結婚だけはさせてください。悟の言葉に義母は声を荒げる。何言ってるの。縁を切るなんて。金を持っているかどうかで人は判断するような人間と、これ以上親子の関係を続けたくないんだよ。この親不孝者、誰が育ててやったと思ってるんだ。義母の言葉に悟は呆れてため息をつく。小さい頃からいいところに就職しろって耳が痛くなるほど言われてきたけど、どうせ自分が楽したいだけだろ。金目当てなのはどっちだよ。そんなわけないじゃない。じゃあ仕送りを止めるよ。それは困るわよ。今月の支払いどうすればいいのよ。新しいバッグだって買っちゃったのよ。義母が今着ている服も全身ブランド物。総額100万円は超えているかもしれない。自分は全く働いていないのにもかかわらず、よくここまで贅沢できるものだと感心する。俺が今の会社に就職したのは母さんに言われたからでもないし、母さんの生活費を稼ぐために働いているわけじゃない。もう母さんに振り回されるのはこりごりなんだ。そんな、あなたがお金をくれなかったらどうやって生きていけばいいのよ。年金と父さんの遺産があるだろ。遺産なんかとっくに使い切ったわよ。ね、お願いだから仕送りだけは止めないでちょうだい、悟。悟にすがりつきながら泣きつく義母を彼は冷たい目線を送り続けた。結局悟は義母と親子の縁を切り、仕送りも止めたのだった。そのせいでクレジットカードの支払いができなくなった義母は、今まで購入したブランド品を全て売らざるを得なくなったとのこと。さらに今まで悟の仕送りだけでは足りず、借金までしていたそうで、その返済が滞ったことで泣く泣く家も手放すことになったらしい。義母は高齢で収入もないため、アパートを借りることもできず、今は住み込みの清掃アルバイトをしながらなんとか生活しているそうだ。今まで悟を利用し好き勝手やってきた天罰が下ったのだろう。誰かを陥れればいずれ自分にも返ってくるということなのだろう。
一方私は悟と正式に結婚し式も挙げた。再び父や会社の人、悟の同僚なども呼んで盛大な式になった。父は自分のせいで結婚式をキャンセルさせてしまったからと、結婚式にかかる費用をすべて負担してくれた。これには私も悟も頭が上がらなかった。そして招待していた会社の人たちには父から義母とのことを説明し、悟は悪くないと言ってくれたのだ。そのこともあり、社内で変に噂になることもなかったようだ。悟はその後、仕事により専念し、大きなプロジェクトを成功させた。父ともうまくやっていて、月1回一緒に食事をするなど、たびたび顔を合わせている。上司と部下という関係だが、2人とも楽しそうに仕事の話をしており、本当の親子のようにも感じてくる。父のおかげで今こうして悟と一緒にいられるのだから、父には本当に感謝してもしきれない。そして今は私の実家から徒歩10分のところにあるアパートで悟と一緒に暮らしている。数ヶ月後にはもう一人増える予定だ。これから母親になることに不安がないこともない。しかし私も父のようにこの子に愛情を込めて育てていこう。そう心に誓うのだった。